やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、CCA の CA10、KZ と CCA の兄弟ブランドが送り出す、何代目だったか、KZ-AS10、ASF、KB や KB10、トリポー NTP10、でもって CCA でも CCA-A10 で。6代目だ、KZ ほんとに5バランスドアマチュア構成が好きだな。今回紹介する KZ と CCA は、当チャンネルが追いかけている、ある意味存在意義みたいなブランド。中国のマルチドライバーイヤホン市場の牽引役であり、最近は同じ価格帯で競合する TRN としのぎを削る、低価格ハイブリッドの象徴みたいなブランドだ。最近だと、CCA のイヤホンだと、新型ダイナミックドライバーを採用した CSA が話題になったな。なんのこっちゃ、な人は、道のスピーカーをいっぱい積んで道の音を出す、面白いイヤホンを安く出す会社、というイメージでよろしい。今回登場する CCA-CA10 は、そんな KZ 及び CCA が展開する、フルバランスドアマチュアイヤホンで、フルバランスドアマチュアの始まりは、KZ-AS10、その他、12バランスドアマチュアまで豊富な組み合わせパターンが揃っていて、CA10 はその中でも一番最初に発売された、5ドライバと同じ数のドライバを持っている。すでに何回も発売されている、5台のドライバを使ったフルバランスドアマチュアイヤホンなんだけど、どれもこれも、チューニングの傾向が違っていたり、使われているバランスドアマチュアドライバの世代が違ったり、で差別化が行われている。今回登場した CCA-CA10 は、先日発売された CCA-CA16 という、ハイブリッド型イヤホンと共通の衣装を採用。大型化したハウジングに、完全透明のブラケット、新しいケーブルを組み合わせてる。でも、個人的に一番注目したいのは、すべてのバランスドアマチュアドライバが進型版、末尾に S がついてる上位モデルに変更になったことだ。これらの世代更新によって、CA10 はどんな音になっているんだろうか。各部を詳しく見ていこう。まずは外装部分から、CA10 は、先に発売された CA16 の色違いな外装を持っている。これは、過去の同じドライバ構成を持つ先輩、A10 の半月状の形状より、耳にフィットしやすくて扱いやすいが、人によっては、耳の形状が合わず、A10 の方がフィットする、という感じ方になるかも。プラグはいつもの KZ タイプ C。なんだかんだもうこのプラグに変更してから随分長いので、もうずっとこいつで出し続けてほしいな。個人的に一番外装で重要なのは、KZ 系のフルバランスドアアマチュアイヤホンの中で、唯一背面が透けてること。実は背面から内部のバランスドアアマチュアが観察できる KZ 製イヤホンって、なかなかないんだよな。特に、この価格帯の KZ を買う人は、内部のバランスドアアマチュアの配置や数を見てにっこりする人が多いので、できればこれからも続けてほしい。また、KZ 系のバランスドアアマチュアイヤホンは、各バランスドアアマチュアが収まる、ブラケットを先に作って、それにバランスドアアマチュアを組み入れてから、ボディに入れる、という方法で作られている。初期のモデルはこの部分が不透明、乳白色のパーツで作られていて、完全な透明色と組み合わせるとなんか粒子みたいな質感になってたんだが、最近は、この部分が透明のものに変更。より美しく、見通しの良いシェルになった。CA10 も見通しの良いシェルの中で、バランスドアアマチュアが導管を経て繋がっているのがわかるな。付属ケーブルは、NRA から付属し始めた、とても絡みにくいタイプ。外で使っていると、以前のものよりも全然引っかからないのがわかると思う。実用的で、音質的にも以前のものより銀メッキが広域に偏らないので、個人的に、低価格モデルの中で付いてると一番嬉しいケーブルだな。内装についても見ていこうか。CA10 は、外装から見えちゃったのでそっちで触れちゃったが、完全に内部が観察できる透過樹脂で作られてる。型番は観察しづらいけど、各バランスドアアマチュアがガンメタリックの本体、そして金色のノズルを持っているのがわかるだろうか。これは、KZ のアップグレードした新型バランスドアアマチュア。型番末尾に S がついてて、よりチューニングが進化したモデルとなっているぞ。この CA10 の KZ 版といえる、KZ-ASF も、この構成だったんだけど、ASF よりかなり聞きやすい音になっていた。そして、この新型バランスドアアマチュアドライバ5台が、ネットワークボードを経由して繋がって、CA10 の全体を形成するわけだ。ASF と比較すると、CA10 は、ノズルの傾斜が違ったり、樹脂部分の分割線の位置が違ったり、ネットワークボードが一回り大きなものに変更されていたりと、似て異なる構成になっている。その違いは、音色にも大きく出ていて、どちらかをつかめばもう片方の音と同じ、ということはないと思うな。内部のブラケットも再設計されているので、仮に同じチューニングを持つとしても、微妙に違いが出るはずだ。で、その音色なんだけど、おやおやおや KZ にしちゃ変に盛り上がってるところが全然ない。バランスドアアマチュアらしい、切り分けやすく、明瞭で、
かつシャープすぎない高音域と、抑えめで高中音域をよく聞かせてくれる低音域の組み合わせ。低音は痩せギスということもなく、きちんと全体が心地よく聞ける仕上がりだ。CA10 のドライバ構成は、超高域2、高域1、中域1、低域1の4種類5台のドライバの組み合わせなんだけど、このうち、超高音域の2台が ASF から変更になってる。ASF では3万、95図、CA10 では3万、17図だ。こことチューニングの違いが、ASF のちょっとピークが強い印象があった高音域を丸めて、より落ち着いて聞ける1台に仕上げた印象があるな。実際、聞いてから公式の情報を確認したけど、ASF の好みが分かれた要因である、8kHz 周辺のピークを取り除いた、という記述がある。また、2kHz から 5kHz 周辺の強化にも言及されていて、高音域は力強いけど、ピークがなくなった感じ、という定感が納得できる仕上がりだ。公式のグラフを見ても、その傾向は出てる。低音がある程度説得力があって、なおかつ中高音域の楽器を気持ちよく聞くためのイヤホン、という印象だな。より低音がパワフルなイヤホンが欲しい人は、素直に CA16 とか ZAS とかに行くのがよろしい。人間の声も、明瞭で刺さらない。シンバルなどの音もしっかり粒立つので、鋭い部分をうまく取り除いて、バランスドアーマチュアイヤホンにほとんどの人が求めている音色に綺麗に仕上げた1台、というのが僕が CA10 を聞いた感想だな。なお、バランスドアーマチュアイヤホンの荒いところまで含めて全て愛せる人が、初期の ASF を愛すんじゃないかと思う。ASF を持っている人は、あのピークがなければなとお考えの人なら、ここにあるぞ、ピークがなくなった ASF がな。空間も適度に広く、うおっ広い、とか、うおっ狭い、といった特別な印象を受けない、自然に聴いてられる広さだ。音の方も低音域が強烈すぎず、高音域も強烈すぎないので、変な強調は苦手だけど、バランスドアーマチュアの精密さを味わいたい、という人に相性の良い一台だと思う。さて、音色を分解してみようか。高音域、以前のモデルより落ち着いた高音域は、5台というバランスドアーマチュアの数に見合った、密度とシャープの間のちょうどいい塩梅になっている。驚くような特徴のある音ではなく、落ち着いた音色の中に、バランスドアーマチュア特有の明瞭な金属音が同居する感じ。中華ハイブリッドや高音がキンキンに仕上がってるイヤホンだと、弦楽器まで全金属に感じることがあるんだけど、そこが自然で、かつ金属音は金属音として出してくれる仕上がりだ。中音域、ボーカルはしっかり前に出てきてくれる印象。高音域がギラギラすぎてボーカルが目立たなくなる、なんてこともなく、しっかりと聞き込める、楽しい仕上げになってるぞ。ボーカルの位置も適正で、聞き疲れしない、派手なイヤホンが多い KZ の中で、異色の一台になっている。KZ の中でゆったり聞けるイヤホンというと、低価格1ダイナミックドライバモデルが多いんだけど、その1ダイナミックドライバモデルと差別化ができてるのが、低音域、必要十分。そして必要以上にならない。最近の KZ フルバランスドアーマチュア機の傾向は、この CA10 でもそのまんま。ただ、高音域のちょうど良さ、と合わさると、変に強調のない CCA、という美味しいバランスに仕上がる。ライバルは CCA-C10。ただ、あちらは低音がとにかくずっしりと沈み込むのに対し、こちらは低音域が適量なので、ダイナミックドライバの深みが欲しい人は C10 が、バランスドアーマチュアドライバのまとまった低域が欲しい人は CA10 がおすすめだ。それから、実は、最近、CCA と KZ のフルバランスドアーマチュア機の音が、大きく変化している。特に、AS10 と AS6、そして CCA-A10 が顕著だ。先日投稿したレビューでも触れたんだけど、初期の A10 は非常に高音域が鋭く、刺さりまで含めてバランスドアーマチュアイヤホンを楽しむ人におすすめの仕上がりだったんだけど、現行の A10 は、低音が思いっきり強化され、高音域がおとなしくなってる。これは、AS10 と AS6 でも同じことが言えるらしい。まるで正反対のイヤホンになっているが、今回はその中でも、高音域が鋭かった A10 初期型と、低音域がめちゃくちゃ膨らんだ A10 現行型を例にとって紹介してみよう。ぶっちゃけると、A10 初期型は高音が強くて長時間聞くのが辛かった。難聴が進行すると感度が下がる、8kHz 周辺が強かったので、チューナーを心配する仕上がりだった。対して、比較的新しい A10 は、低音域が膨らんでる。ただ、こういう傾向のイヤホンだったら、よりサブベースなどの臨場感が上がりやすいハイブリッドの方がいい気がしないでもない。ボーカル帯にまで被るので、落ち着いて聞きやすいんだけど、バランスドアーマチュアの音の切り分けやすさ、という点では初期 A10 の良さとは真逆のイヤホンになってた。で、CA10 はそのちょうど真ん中。そこでいいんだよそこで、というバランスに位置してる。CCA と KZ にはたくさんのフルバランスドアーマチュア機がリリースされてて、どれもこれも個性豊かな面々なんだけど、個人的には、まずバランスドアーマチュアっぽい1台を聞きたい、となったら、今は CA10 が、一番その役目に適している、と感じたな。
というわけでまとめてみようか。CCA-CA10 は、なんと6代目の KZ 及び CCA が発売した、5台のフルバランスドアーマチュアイヤホンを採用した1台だ。外観は大幅アップデート。KZ 系の ASF と似て異なる設計になってる。バランスドアーマチュアドライバの型番変更や、ネットワークボードの変更など、明らかに手が入ってるな。その音色を一言で表すなら、バランスドアーマチュアの特性と制御と低音高音のバランス、さらには空間まで全部ちょうどいい。KZ らしからぬ派手な飛び道具ではなく、全体のバランスに優れた一台で、きっと触って納得する仕上がりになってるだろう。というところだな。悪くない。実に悪くない。ここまで来るのに随分時間がかかったけど、でもやっぱり変なイヤホンもあっての KZ だと思うんだ。次はここにどんな味付けを足すのか、そこも楽しみだな。といったところで今回はここまで。